はい、こんにちは、しゅうやです。カーコンフィギュレーターチュートリアルパート8は UI の作成です。今回はこのようなアニメーション付きの UI を作成していきます。また、今まで作った機能を UI から使えるようにしていきます。では早速やっていきましょう。はい、まず UMG というフォルダを作りました。そしてこれが今回使う画像です。そして右クリックからユーザーインターフェース、ウィジェットブループリントを作ります。UMG メインとしました。こちらで UI を作成していきます。簡単にこの UMG デザイナーの説明をします。この真ん中の画面が見た目を確認していくウィンドウです。Photoshop でいうドキュメントと同じような感じです。そしてこのパレットにはボタンなどのいろいろなウィジェットというものが用意されています。こちらの画面で言うと、ここと同じような感じです。こちらのヒエラルキーは Photoshop でいうレイヤーみたいなものです。ウィジェットを配置されるとこちらに追加されていきます。こちらでいうアウトライナーのようなものです。そしてディテールには各ウィジェットの設定などが表示されています。こちらではアニメーションなどを編集することができます。では早速作っていきましょう。まず左下にカーペント用の UI を作ります。パレットからボタンを1つ追加します。アンカー図をこちらにします。そして一旦ポジションを0にしておきます。サイズは XY ともに120です。そしてポジション X を10、ポジション Y をマイナス130にします。画面の端から10離れているような感じです。アンカーをちゃんと設定することにより画面サイズが変わっても UI が崩れなくなります。イメージをこちらにドラッグ&ドロップします。そうするとこのように階層構造になります。ボタンの子供になっている状態です。画像を追加していきます。画像の設定なのですが、こちらのテクスチャーグループを UI にします。また画像が大きければこちらのマキシマムテクスチャーサイズでサイズを調整してしまっても大丈夫です。そしてこちらのイメージに UT ボディカラーをドラッグ&ドロップします。ボタンの背景が表示されてしまっている状態なので、こちらのバックグラウンドカラーのアルファを0にします。これで一つボタンができました。名前を書いておきます。B カラーとしました。イメージも書いておきます。こちらは I カラーにしました。次に3つのカーペイントのボタンを追加します。パレットからホリゾンタルボックスを追加します。アンカーをこちらにして、サイズ X を300、サイズ Y を100にします。そしてポジション X を130、ポジション Y が120です。ホリゾンタルを使うことできれいに横に並べることができます。ボタンを追加します。そしてボタンのサイズをフィルにします。これでホリゾンタルの大きさに合わせてくれます。イメージを追加します。そしてこちらのイメージにはカーペイントのレッドを追加します。バックグラウンドカラーのアルファを0にしておきます。そしてこちらのボタンを Ctrl+C でコピーして、ホリゾンタルボックスが選択されている状態で Ctrl+V で複製します。もう一つ複製します。そして2つ目をブルーに、3つ目を
シルバーのイメージに差し替えます。これでカーペイントを変える3つのボタンができました。名前を書いておきます。1つ目を B レッド。I レッド。B ブルー。I ブルー。このような名前にしました。次に右下にドアの開閉のボタンなどを作ります。今度は縦に並べたいので、バーティカルボックスを使用します。アンカーズをこちらにします。そして、サイズ X が100、サイズ Y が300です。ポジション X をマイナス120、ポジション Y をマイナス310にします。そしてボタンを追加します。こちらもフィルにします。画像を追加して、1つ目は UT ライトにします。バックグラウンドのアルファを0にします。同じように複製します。下から2つ目の画像を UT ドアに、一番上の画像を UT 円分にします。そしてリネームしておきます。エンバイロメントを B 演舞と I 演舞。このようにリネームしました。次に横並びにドア ALR と演舞0102を追加していきます。やり方はこちらと同じなので説明なしに組んでいきます。
すべての UI ができました。今度はプレイ中に表示できるようにします。BPGM の中に UMG を表示させる処理を追加していきます。この表示にならない場合は、この辺りの Open Full Blueprint Editor を押してみてください。Create Widget を追加してクラスを UMG メインにします。そしてイベント Begin Play につなぎます。次にこちらから変数を一つ作成します。UMG とします。こちらから Add to Viewport を追加してコンパイルしてセーブします。これでプレイしてみます。表示されました。まだボタンを押しても何も起こらないので、機能と紐付けていきます。まず、こちらのカーペイントからやっていきます。ボタンのシルバーを選択して、こちらのオンクリック度を追加します。このボタンが押されることで、このイベントが走るようになっています。ちなみにこちらのデザイナーは見た目やアニメーションを作るところで、こちらのグラフでボタンが押されたらどうするかなどの処理を作っていきます。こちらのイベントディスパッチャーを使用します。これを使うことで他のアクターにイベントを送ることができます。一つ追加して、ED カーペイントとしました。そして、コールを選択してつなぎます。次に BP カーの方に処理を追加していきます。BP カーを開いて、Cast to BPGM を追加します。Get Game モードを追加してオブジェクトにつなぎます。そしてイベント Begin Play からの流れで処理をつなぎます。まず BPGM からUMG をゲットします。そしてこの変数を作成します。こちらも UMG とします。そしてイベント Begin Play の直後にディレイを追加します。デュレーションは0にします。これは最初にこの処理を読み込んでほしいのですが、こちらの処理が先に読み込まれてしまう場合があり、うまく UMG がゲットできない場合があります。それの防止です。調べたところ、ゲームモードの方が先に読み込まれるようなのですが、うまくいかないことがあります。もし詳しい方が見ていたら教えていただけると嬉しいです。ゲームモードではなく、レベルブループリントなど他のブループリントで表示させればよかったりもしますが、今回はこれでいきます。次にカーペイントと検索して、Assign ED カーペイントを選択します。このようにつないで UMG をゲットしてつなぎます。こちらのカスタムイベントはカーペイントをシルバーに変える処理につなぎます。これで一旦プレイしてみます。シルバーのボタンから色を変えることができました。他のボタンの処理も追加していきます。レッドとブルーのイベントも追加します。このイベントの数、イベントディスパッチャーを作っても良いのですが、違ったやり方をして各機能につき1つのイベントディスパッチャーにします。変数を1つ作成して
カーペイントネームとします。そして、バリアブルタイプをネームにします。そしてこのようにネームをセットします。こちらはシルバーなので、名前もシルバーに。カーペイントレッドはレッド。こちらはブルーにします。そして、こちらのイベントディスパッチャーを選択して、インプッツのこちらからニューパラメータを選択します。バリアブルタイプはネーム。こちらはカーペイントネームにしました。そしてこのようにつないでいきます。これで BP カー側でもこの変数の値が使えるようになります。このようにコンパイルエラーでここの部分が更新されていない場合は作り直します。コンパイルして BP カーに戻ります。こちらも更新されないので一度作り直します。アサイン ED カーペイント。そしてこちらからスイッチオンネームを追加します。アドピンでケースを3つ追加します。このスイッチはこのネームによって処理を分岐してくれるノードです。1つ目をレッド、2つ目をブルー、3つ目をシルバーにします。この入力はこの部分と完全に一致している必要があります。このようにつなげていきます。これでカーペイントの部分の処理ができました。キーボードは消してしまっても大丈夫です。一旦確認してみます。プレイをして、ボタンから切り替えることができました。他のボタンもやっていきます。やることは今やったことと同じなので、一旦すべて処理を組んでから結果をお見せします。はい、すべての処理が組み終わりました。ライトに関してはオンオフだけなので、普通のイベントディスパッチャーだけで大丈夫です。ドアに関しては、ネームの変数で L と R を区別させました。BP カーの方に関しても、同じように bind event to event dispatcher を追加して、このようにつないでいます。ドアの方もこのように追加して、スイッチオンネームを追加して L と R で分岐させています。エンバイロメントに関しては、こちらはネームでなくインテジャーを使用しました。番号がずれてしまって分かりづらいのですが、env01 の時に0を送って、022の時に1を送るという流れになっています。なので HDRI バックドロップ側では、スイッチオンイントを追加して、0の時に env01、1の時に env02 の処理が走るようになっています。また、イベントビギンプレイの後には、PP カーの時と同じようにディレイを追加して BPGM をキャストしています。プレイして確認してみます。他のボタンも動作させることができました。最後に UI のアニメーションをつけていきます。
まず、カーペイントのアニメーションからつけていきます。アニメーションを追加して、UA カーペイントとしました。そして、こちらのホリゾンタル。ボタンを3つ、合計4つ選択してトラックから追加します。ホリゾンタル、B レッド、B ブルー、B シルバーを追加します。どういうアニメーションをつけるかと言いますと、こちらのスケールの値を変化させるアニメーションをつけていきます。まず、この4つを選択して、ピボットの X を0にします。そして一旦、ボタンのスケールを0にします。まず、レッドからやっていきます。トラックからトランスフォームを追加します。トランスレーションとローテーション、シェアは使わないので消してしまいます。そして、1秒に移動して、スケールを XY ともに1にします。こういったアニメーションがつきます。トランスフォームをコントロール C でコピーして、ブルーの方にも複製します。1秒時間をずらします。同じようにシルバーも複製します。ホリゾンタルはこのような具合にしておきます。こうすることでこういったアニメーションができました。3つのボタンを選択した状態でカーブエディターを開きます。そしてこの4つのキーをこういった状態にします。これで UI アニメーションができました。速さは後ほど調整できます。他も同じようにアニメーションをつけていきます。やることは今回も同じなので一旦全て組んでしまいます。はい、全てのアニメーションが付け終わりました。UA ドアと UA 演舞を追加しました。UA ドアはこのようなアニメーションになっています。そして UA 演舞も同じようなアニメーションになっています。このアニメーションをこちらのボタンから再生できるようにしていきます。まずこちらのカラーのオンクリックドイベントを追加します。こちらにアニメーションズという変数があるので UA カーペイントをゲットします。フリップフロップを追加します。プレイアニメーションフォワードとプレイアニメーションリバースを追加します。そしてこのようにつなぎます。フォワードはこちらのアニメーションを先頭から再生。リバースは逆側から再生します。なので最初に開いて2回目に閉まるという処理です。
他でも使いますので、こちらを選択してマクロ化します。中に入って、こちらは1つでいいので、1つは消してしまいます。そしてつなぎ直します。で、もう1つインプットをこちらから追加します。このようにつなぎ直します。プレイバックスピードは再生するスピードです。なのでこちらを4倍にしておきます。マクロの名前は MCR UI アニメーションにします。他も同じように追加していきます。これで UI アニメーションを再生させる処理が全てできました。これで完成です。ではプレイしてみます。イントロダクションでお見せしたものと同じものができました。カーコンフィギュレーターチュートリアルはこれで終了となります。最後までお疲れ様でした。完成させた方がいましたらお知らせいただけると嬉しいです。わからない部分や質問がありましたらコメントいただければと思います。これからも CG に関するチュートリアルなどを上げていくので、チャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございました。